今日のテーマはハロー効果。人はある一つの特徴が全体の印象を大きく左右してしまうんです。この動画では日常の具体例と今日からできる対策を解説していきます。見終わる頃には第一印象に振り回されにくい自分になれるはずです。まず、ハロー効果とは何か。一言で言うと、目立つ特徴が他の評価にも影響を及ぼす心理の癖。例えば、背が高くて堂々としている人を見ると頭も良さそうと感じたりする。逆に服装がだらしないだけで仕事も雑そうと勝手に思ってしまう。これがハロー効果です。買い物の場面でも起こります。このブランドの服だから品質も間違いない。高級レストランだから料理も絶対おいしい。でも実際はブランドや価格と品質は必ずしも一致しない。一つのラベルや肩書きが判断を大きく歪めてしまうんです。教育の場面でもハロー効果は働きます。例えば、ある生徒が数学のテストで高得点を取ると、他の科目も優秀に違いないと先生が思い込んでしまう。逆に、一度注意を受けた生徒に対してきっと他の授業態度も悪いんだろうと決めつけることもあります。本当は科目ごとに得意不得意があるのに、一つの印象が全体を支配してしまうんです。医療現場でもハロー効果は強力です。例えば、白衣を着た人を見ると、それだけで専門的で信頼できる人と感じやすい。逆に不安そうな対応を一度見ただけで、この医師は頼りないと勘違いしてしまう。本当は診断や治療の内容を見て判断しないといけないのに、見た目や態度の一部が課題に影響してしまうんです。それでは、なぜハロー効果は起こるのか。理由は、脳が短時間で全体像をつかみたいと思うから。人は情報をすべて精査すると時間がかかる。だから一つ目立つ特徴を代表として扱い、そこから他の部分を推測する。さらにポジティブな特徴を見つけると安心できるし、ネガティブな特徴を見つけると防衛しやすい。この効率と安心のためにハロー効果は生まれるんです。では、放置するとどうなるか。まず、人を正しく評価できなくなる。能力より見た目や学歴に影響されてチャンスを逃すことがある。逆にポジティブな印象だけで人を信じすぎると、後で大きな失敗につながる。議論でも、あの人は有名大学だから正しい、肩書きがあるから正しいと意見を吟味しなくなる。偏った評価が積み重なると、人間関係も仕事もバランスを崩しやすいんです。
ここからは今日から使える対策を3つ。1つ目は評価を分けて考える。見た目、能力、実績など項目ごとに別々でチェックする。一括で良い、悪いを決めない工夫です。2つ目は逆のパターンを意識する。見た目は整っているけど仕事が雑な人はいないか。無口だけど実はすごく誠実な人はいないか。頭の中であえて逆の例を探すことで思考の偏りを修正できます。3つ目は時間をかけて観察する。第一印象で決めず複数の場面を見てから判断する。人は状況によって振る舞いが変化するから少なくとも2度3度異なるシーンを見るのが大切です。状況別のミニテクもあります。買い物ならブランド名を隠して性能を比較する。教育なら成績と態度を切り分けて評価する。医療なら見た目ではなく診療内容に目を向ける。人間関係なら最初の印象をあえて保留して別の機会に評価し直す。要は一つの特徴に全体を支配させない工夫です。最後にまとめです。ハロー効果は誰にでも起こる第一印象の魔法。評価を分けて考える。逆の例を探す。時間をかけて観察する。この3つを意識するだけで人や物をよりフラットに見られるようになります。まずは買い物の時ブランドを隠して比べるところから試してみてください。次回はフレーミング効果。同じ情報でも表現の仕方で判断が変わる心理を日常のニュースや広告の例で解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次の動画で。ありがとうございました。